今、私の後ろにカメラマンはいません。でも、この絵が撮れています。ただ、実際に山を歩いてみて、一つだけ正直に話したいことがあります。最後までご覧ください。おはようございます。岩崎です。私は普段カメラマンと一緒に山へ行くことが多いんですが、自分でも撮っています。その時、自撮り棒を使うんですが、鎖場や急登になると正直難しい場面が出てくる。撮りたいのに撮れない瞬間がある。そんなジレンマをずっと抱えていました。そんな時、コーラックスレンジャーのレビュー依頼をいただきました。これを見た瞬間に、一人で登山してる人に絶対刺さるやつだって直感したんです。日本語でこの製品を細かく紹介している動画がほぼないので、できる限り詳しくやっていきたいと思います。今回はマジックアームとチェストバッグが付属するアウトドアバンドルをご提供いただきました。まずアームから長さは最大 1.5 メートルまで伸びます。横、縦、斜めと360度回転するので、角度は自由に変えられます。横からでも真後ろでもローアングルでも撮りたい画角にセットできます。カメラの取り付けは4分の1インチのネジ穴。業界標準の汎用規格なので、ほぼ何でもつきます。あと、地味に便利なのがアームを収納した状態でバックパックを地面に置くと、そのまま三脚として自立します。セルフタイマー撮影やグループ撮影にも使えます。セットアップはすぐです。撮りたいと思った瞬間に構えられます。一つだけ注意。ロックネジはプラスチック製なので強く締めすぎると破損します。指2本でクッと止まる程度で正解です。あと、今回は試せてないんですが、オプションで大容量バッテリーとソーラーパネルが付けられます。山の中でカメラやスマホをそのまま充電しながら歩ける構成で、泊まりの撮影をする人には刺さりそうなオプションです。バックパックとしての収納力は最大31リットル。ジャケット、水筒、行動食、カメラ小物を入れても余裕がありました。背面フレームは外骨格構造になっていて、荷重を腰へ効果的に分散する設計です。背面は通気メッシュ構造で長時間背負っても蒸れにくい。ウエストベルトは着脱式でこういう風に取れるんだけれども、で取れますと。背面調に応じて背負い位置を2段階で調整できます。取ってこっちに入れることで長さ変えれますと。防水は IPX5 なので小雨程度ならレインカバーなしで歩き続けられる。ただ、これについては後で正直に話したいことがあります。カンガルーポケットが上部と腰部に隠し収納として入っています。上部ポケットはレインウェアを入れるのにちょうどいいサイズ。じゃーんと結構入る袋がついています。腰部ポケットはシューズやヘルメットも入るサイズです。ポケ入るとこあります。で、ここに靴とかを入れて、フルモジュール設計でモールパネルを使って撮影ギアを外側に取り付けることもできます。
内部にはノート PC スリーブもあって最大16インチまで入ります。今回ご提供いただいたアウトドアバンドルにはチェストバッグもついていました。バックパック本体と合わせて使うとよく取り出すものをチェストバッグに分けて入れられるのでザックを下ろさずにアクセスできる。山ではこれが地味に便利でした。では実際にフィールドで使ってみた話をしますね。場所は千葉県の伊予ヶ岳です。三脚だったら場所を選んで広げて固定してそれだけで 1,2 分消えます。しかもセットした場所から動けない。レンジャーは背負ったまま歩き出せる。この差が山では本当に大きい。歩き出した瞬間に思ったのが、あ、手が空いているという感覚です。当たり前なんですけど、これが山だとものすごく大事で、カメラを持ちながら岩場を歩くストレスが完全に消える。この製品を使って一番ふわっと思ったのが自分の映像を後で見た時です。これ自分が撮った映像なんですが、自分が主人公として景色の中にいる。自撮り棒だと腕が映るし、顔を正面からしか撮ることができないんですけど、アームで後ろ上方から撮るとまるで第三者のカメラマンがついてきているみたいな絵になる。そしてここが自撮り棒では完全に無理だった場面です。伊予ヶ岳の鎖場、両手が塞がる岩場で自撮り棒を持てる余裕はありません。普通は撮影を諦めるか誰かに頼むしかない場所です。カメラは回り続けています。両手が空いているからしっかり鎖をつかめる。落下リスクに向き合いながらも映像を諦めなくていい。これがこの道具が本当に解決したかった問題だと思いました。ここだけで56,000円の価値を感じた人がいるんじゃないかな。もし今の映像を見て気になった方は概要欄の幕開けリンクをチェックしてみてください。おーおー、綺麗。綺麗。山頂では三脚もセルフタイマーも使わずこんな映像が撮れました。普段カメラマンがいる私でも、あ、一人でも撮れるじゃんと思ったのが正直な感想です。最後にデメリットを5つ正直に言っておきます。1つ目、外骨格フレームに注意。後方に転倒した際にフレームが背中や皮膚に当たる可能性があります。急峻な岩場や滑りやすいルートでは頭に入れておいてください。2つ目、重さ。バッグ本体の重量は3キロです。軽量化を突き詰めている人には向かない重さ。歩行距離が長いルートやテント泊の重い荷物との組み合わせは正直しんどいです。3つ目、防水の過信に注意。IPX5 防水ですが、縫い目にシーリングテープ処理がされていません。縫い目は構造上水が溜まりやすく、本降りの雨では圧力がかかって染み込んでくる可能性があります。カメラなど精密機材を入れている場合は、大雨が予想される日はレインカバーを使うか、中の機材をジップロックなどに入れて個別に守るのがおすすめです。4つ目、アームが場所を取る。展開した状態では周囲に存在感が出ます。混雑した山頂、狭い稜線、すれ違いが多い登山道では畳むか、他の登山者への配慮が必要です。5つ目、価格。価格は概要欄で確認してもらいたいんですが、バックパック単体として見ると高い。でもこれをソロ撮影システムとして見ると、自撮り棒でもなく三脚でもない何かを探していた人にはむしろ安い可能性があります。総合的には自撮り棒の危なさが気になっていた人、
一人でも映像を残したい登山好きな人には今のところこれ以上の選択肢を知らないです。完璧ではないけど解決してくれる問題が他の道具では解決できない種類のもの。そこがこのバックパックの本質だと思います。このバックパックが刺さる人、山が好きで一人でも記録を残したくて、でも両手を使えないことへの不安を感じていた、そういう人に届いてほしいと思います。このチャンネルでは実際に使ってみて良かったことも正直微妙だと思ったこともそのままお話ししています。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価、そしてハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。